こんにちは。お元気ですか？今日は8月17日土曜日。お盆はもう明けた感じですかね。お盆休みはまだ休み中だと思いますけれども。お盆っていつなんだってさっきちょっとネットで見てみたら、8月13日から16日までの4日間が、基本的にはお盆みたいなこと書いてあったので、昨日の16日の方が、送り火というか盆明けだったのかなっていうふうに思います。お墓参りとかね行った後に自分のお家に帰ってきた方とかもいるのかなっていうふうに思います。私はねテレビ見てないのでね、この盆明けのこの高速道路の渋滞の様子とかね、そういうのを見ることはもう何年もないんですけども、多分ねテレビつけたらあの渋滞の様子が見れるんじゃないかなっていうふうに思います。お盆がもう終わったっていう感じですかね。お盆っていうとね、ご先祖様が里帰りっていうんだっけ、ご先祖様が帰ってくるとか言うじゃないですか。で自分の親族のこのおじいちゃんとかおばあちゃんとかね帰ってくるってなるとちょっと嬉しいなっていうような気分にもなりますよね。ただその反面、お盆はちょっとそういうお化けが出るみたいなね、ちょっと怖いようなイメージもありますよね。お盆中に何々してはいけないとか、あとはお盆の期間中は川に入ってはいけないとかね、そういうのはよく言いますよね。お盆の時期に川に入ったら足を引っ張られるとかね。どうなんでしょうね。でもよくよく考えたらなんて言うんだろう、川に入って足を引っ張るようなね、いわゆるそういう輩輩っていうか、その例の中でもそういう輩はね、お盆中じゃなくって何かしらで残っている輩の方々なので、一年中いるんじゃないかなみたいな。逆にお盆に規則正しく戻ってきてまた帰っていかれるような方々は多分ね、川にね入って足を引っ張るような方はいないと思うので、多分お盆中だからっていうことではきっとないんだろうなっていうふうになんとなく思ってます。単純にね、お盆中がお盆休みで子供とかがね川に入る確率がただ数が増えてるだけで、入る数が増えてるから結果的に事故の数も増えてるっていう感じなんじゃないかななんていうふうに思います。ただね、お盆中に川に入って泳ぐなっていうのは、そういうふうにね子供同士で集まって勝手に川入って溺れちゃうとか、そういうのを防ぐための戒めとしてのね口伝というか、そういうのもあったりするのかもなというふうに思います。よくね私もね結構関東の片田舎で育った人間ですので、川とか近くにあって、必ずね川の近くってねカッパの看板とかなかったですか？危ない入るなカッパが出るぞみたいなあれちょっと面白いですよね。なんかカッパが出るから入るなっていう言い方はもう100%子供向けの、この注意喚起ですけれども、でもあれを見るとね、入っちゃいけないんだっていうのはねより具体的に分かるじゃないですか。危ないからなんたらだからとか言うと、いや危なくないよ別にちょっとしか入らないしとか、そういうのもありますけども、カッパが出るからっていうね言い方だとね、大人も先生もね親もちょっと言いやすい、簡単ですよね。あのなんとかカッパに足を引っ張られるとかさらわれるとか神隠しとか、そういうのはねどうなんでしょう。でももしかしたら本当にカッパいたらいいなっていうふうには思うんですけどね。あのそういえばどこの県だったかは忘れちゃいましたけど、カッパのなんか認定証みたいのを発行してくれる県がありましたよね。ちょっと今パソコン開いてるんでちょっと検索してみようかな。カッパなんだろう、なんて検索したらいいんだろう。認定資格、
カッパ捕獲認可証、カッパ捕獲認可証、カッパ捕獲認可証ですね、多分。うーんとカッパをどれ見たらいいのかな。なんかね、なんでそれ知ってるかっていうと、すっごい昔でもないか、私がね、短期の派遣の仕事をしたことがあったんですよ。なんかの仕事と仕事の間とかで、この後どうしようかなって悩んでる時、とりあえず3ヶ月間くらいの短期の派遣とかをね、渡り歩いてた時期があって、その時は3ヶ月間だったかな。製薬会社のすっごいでっかい工場でバイトじゃないや、派遣の仕事をしたことがあって、だからその辺いろんな人がかき集められてくるんですよね。だいたい地元その近辺の人が多かったですけどね、時給もまあまあよくって、そこにいたね、当時29歳ぐらいのね、ちょっとこう若干パリピっぽい女の子そうそうがね、正直、学歴もなくて、ちょっと学歴とか言うと悪い言い方かもしれないけど、ちょっと面白い子だったんですね。で、なんかこう資格とかそういう話で、私カッパのなんとか賞持ってるんですって言ったの、私ちょっとめっちゃ冗談だと思ってたんだけど、なんかそれが本当にあるらしくて、そうそう、ちょっと今ネットで検索してるんですけど、今ですね、ちょっとネットで検索してみたんですけど、このカッパの資格、カッパ捕獲認可証っていうのがですね、岩手県遠野市にあるらしくて、そこにあるカッパ溝っていう観光名所があるらしいんですね。カッパ園かな、カッパ溝、山水の溝っていう字ですね。カッパ溝なる観光名所があるようで、一般社団法人遠野市観光協会がこのカッパ捕獲認可証を発行しているようですと。で、このカッパを捕獲して一緒に仲良く遠野市観光協会まで来ると賞金1000万円なんですってで、この、捕獲証はですね、誰でもお金を払えば取得できるみたいで、ノーマルバージョンが220円、個人情報入りバージョンが920円みたいです。で、これかっこ送料込みって書いてあるから、この個人情報入りバージョン920円だとなんとか賞みたいのがもらえるってことなのかな、紙かなんかで。ノーマルバージョンは220円で、かっこ送料込みっていう記載がないので、それは多分ネットかなんかで簡単に許可証が出て、個人情報入りバージョンっていうのはもしかしたらあなたはこのカッパ許可証がこれになりますみたいな自分の名前とかを入れて、それを送ってくれるっていうやつなのかもしれませんね。このカッパを捕獲していいよっていう認可証をもらって、実際捕獲して持っていくと1000万円らしいですけども、ただね、このノーマルバージョン220円っていうのをね、おそらく結構ね、申し込む人いるんじゃないかなって思うんですよね。私資格持ってます、カッパ捕獲認可証持ってますみたいな、何言ってんのこいつみたいなネタとしても、結構220円は意外と価値があるなと思うので、結構ちょっとここの岩手県遠野市ちょっとやり手ですねこれで220円稼いでるって結構これ払うかもしれませんねそんな感じで、カッパちょっと関係ないですけど、お盆の話から川の話になり、川の話からカッパの看板、そしてカッパのなんか資格あったなっていう話ですね。そうそう、昔やってた短期の派遣の時にこのカッパの捕獲認可証っていう資格を持ってるっていう子がいて知ったんですけど、あとはね、えっとネットでもサラちゃんがね、このカッパの資格持ってるって確か言ってましたね。サラちゃんって格闘技の久保優太選手の奥さんですね。もともとK1 の、チャンピオンだった
久保優太選手で、今は MMA とかでねすごい活躍されてますよね。私昔から久保優太選手がすっごい好きなので、それでよくサラ久保チャンネル、久保優太選手とサラちゃんがやってる YouTube のチャンネルなんですけれども、それもよく見ててね、そこでサラちゃんがねこのカッパの資格持ってるって結構前だけど言ってたりとかしたんで、サラちゃんも持ってるんだと思ってね、そんな感じでカッパの捕獲認可証っていうのが岩手県の、遠野市にの観光名所にあるカッパ溝っていうのがあるらしくて、そこの観光協会がね発行してるっぽいので、岩手県行く機会があったらちょっとカッパの名所に行って220円払って、多分行かなくてもネットでねネットで行けるっぽいですね。購入はこちら一般社団法人遠野市観光協会っていうクリックするとボタンがあるので、行かなくてもカッパを捕獲していいよっていう資格が欲しい方は220円が払って、できますと。でなんかそういえばその29歳ぐらいのその当時会った女の子は履歴書にもそれを書いてるって言ってたからちょっとこいつやべえなと思いながらもちょっと面白かったっていう記憶がありますね。もしねそうですね、履歴書とかにね資格の欄で書くあのあれがなかった場合はちょっとこれを書いてもいいかもしれないですね。なんかそれを見た面接の担当の人がちょっと思わず聞かずにはいられないっていう感じになるので、そこでねうまく話を広げられてコミュ力をアピールしたいっていう方はねそれ大事な能力なので、コミュ力ねそういうのを伏線としてね貼っておくのもいいかもしれないですね。ちょっと何の話か本当よく分かんなくなってきたんですけど、そんな感じでお盆も明けましたねみたいな。で、皆さんは幽霊とかって信じてますかね。私は信じてる信じてないっていうか、いてもいなくてもどっちでもいいっていう気はしますけれども、個人的にはいた方が自然なんじゃないかなっていうか気がしますね。なんていうかなんでかっていうと、なんか本当今まで生きてきた感覚的な問題なんですけど、私全然霊感とかなくて感じたり見たりとかしたことは全然ないんですけれども、ただなんか自分自体の存在が自分が存在してること自体がなんていうのかな、もう自分が幽霊じゃんそもそもっていう気がしちゃうんですよ。自分がっていうのは自分が肉体が持っててこの魂的なねものを感じるじゃないですか。その魂的な感情を持っている私が存在してて、その感情とか魂の時点が、いわゆる幽霊ってことですね。だから肉体だけじゃないっていう部分がすでにもう幽霊かなっていうふうに思ってて、だから例えばなんですけど、私がいつか寿命が尽きて死んじゃうとするじゃないですか。で死んじゃうって一体どのタイミングからなのよっていう話になって、細かく言うとね、例えば病院で寝ててご臨終ですってなる時に心臓が止まったタイミングではい死にましたってなるのかなと。で死んだわ、心臓止まったわ、呼吸も止まったわって思った時に意識はもうなくなってるのかもしれないですけど、その瞬間に幽霊がいないのであればね、仮にその瞬間にも魂的なものもなくなってるのか、もしかしたら体が心臓止まった、息止まった、ピーってなった瞬間も例えば10秒間ぐらいは意識あったりするのかなみたいな。だいたいそういうなんて言うんだろうな、スッとなくなる、老衰とかでなくなる場合はその前から昏睡状態になってて、なんならもうすでに魂はないかもしれないですけど、ただ
こう心肺蘇生とかしてね、それで戻ってきたりとかした場合は、戻ってきたみたいなことになるんだったら、そもそもその境目がよくわからんなみたいな。あともう一つよく生き量がとかいう話ってあるじゃないですか。オカルト的なこれもお話で、要は生きてる人間が、自分でも無意識だったりすることが多いらしいですけども、生き量を飛ばして、なんか例えばこう恨みを持ってる相手とかに災いを自分が知らないうちにこうやっちゃってるみたいな。そうそう、なんかそれもね、結構ありえない話じゃないような気がするんですよね。ただ自分が無意識だっていうのがちょっと厄介かなって思うんですけども、なんていうか、要は見えない感じないものだから科学的にみたいな話になるじゃないですか。それ言ったら、その科学的にって言った部分に、例えば人間のこの視覚とか聴覚とかで感じられないものでも細かくても存在してるものってあるじゃないですか。例えば音とかは耳では聞こえるけど目では見えないとかさ、そういうもの、こうそういうものはじゃないんですかって、目で見えないからないんですかって言ったらないわけでもないし、匂いとか音とかだから、そのなんて言うんですか、この量子力学ってよく何年か前から結構流行って言われるじゃないですか。量子力学の観点でみたいなこと。だからそう言われてみると、物理的にもある程度こう説明がつく部分って結構あるんじゃないのかなって思ったりはするんですよね。そうそうで、ちょっと話はいきなり変わるっていうか、おおよそのテーマは変わらないんですけど、あの私霊感とか全然ないって言ったじゃないですか。ないはないんですけど、一度だけこれはいるっていう体験があって、もう今からもう20年くらい前ですね。ちょうど20年前ですね。あのえっと私が20代後半の27歳とか28歳だったかな、ちょっと、ただ20年前ぐらいでしたね。でその時に、その頃私やっぱこう海外一人旅とかすごい好きで、バックパッカーとかこうノープランで行って現地で困るとか、そういうのが結構好きなタイプだったんですね。でこワーキングホリデービザを絶対に30歳になるまでに使いたいと思って、ワーホリのビザでニュージーランドに1年間行ったんですね。細かいこと言うと、ニュージーランドの本土にいたのは10ヶ月9ヶ月くらいで、あとの3ヶ月とかは近隣の小さいマイナーな島、クック諸島のすごいマイナーな島を巡ったりとかしてたんですけど、アッティウ島とかアイツタキ島とか、いろいろ、まあそういうとこ行ったりとかしてたんで、それはいいや。ニュージーランドに最初に行って、最初の3ヶ月間だけねホームステイをしたんですよ。でちょっといろいろ本当は私は最初からこう転々としたかったんですけど、ちょっといろいろ事情があって、3ヶ月だけは、名目上っていうか、ちょっとホームステイをするっていうことになって、その後、ニュージーランドを転々としたりクック諸島行ったりとかしてたんですけど、最初ねニュージーランドに降り立って、あるお家にホームステイさせてもらって、最初の夜ですよ。最初の夜に、ここが部屋だよって言われて、ありがとうって言って、もちろん個室でそこにベッドがあって、そこで寝たんですね。当たり前だけど寝て、飛行機でやってきて疲れてたっていうのもあって、慣れない場所だけど、すぐ寝たんですよ。こうスーって夜中真っ暗、電気を消してね。そしたらふっと目が覚めて、すごい足の先が重かったんですよね。足の先っていうのは
つま先の方です。足首から下の靴を履く部分あたりがすごい重くて、これなんだと思って、これ明らかになんかちょっとおかしいなと思って、疲れたりとかすると体が動かないっていうのもあるなっていうのはなんか自分でも思ってたから、そういうのかなと思ったんだけど、明らかに体が重いなっていうのがあったんですよ。でそれまでの人生で金縛りとかは2回ぐらいあったことがあって、それが心霊現象なのか私の疲れなのかは分かんないですけど、とにかく体が動かなくて、目は覚めてて脳は覚めてるのに体がまだ眠ってる状態なのか、そういうこともあるらしいんで、心霊現象とは言い切れないんですけども、ただそういう金縛りの今までの経験とは違って、明らかに何か重いんですよね。本当に重い。でうわ何これ重っと思って、そしたらその重さがだんだん上に来るんですよ。だから足首の部分から足の甲のあたりに来て、だんだん重いのが近づいてくるわけなんですよ。なんかうわすげえ嫌だと思って、しかもすげえ怖いと思って、しかもニュージーランドにやってきて初日で、ホームステイの家に来て初日でまだ何も慣れてないのにいきなりこれかよと思って、うわ嫌だわと思いつつ、でもそれがどんどん近づいてくるじゃないですか。で近づいてきて膝とかを超えてどんどん自分の方に来て、いやこれはやばいと思って、マジでやばいと思って、で私ニュージーランドに来て初日でこんなんで、しかももしこのホームステイした家にねそんな輩がね、しかも外人の輩がねいるとしたら、いきなりそんなのと付き合いたくないと思って、これはどうにかしなければと思って、動け私の体動けとか思いながら動かないわけでも、もうそれがどんどん近づいてきて、これはやばいと思って、声は出るかな声は出るかなと思ったら声出そうだったんですよね。でこの例に私に舐められてはいけないと思って、関係を持ちたくないから、その家にいる間に、で思い切って力を一瞬の力に溜めて大きい声を出そうと思って、で自分の腰ぐらいに来たあたりでかな、超大声が出て、大声で「ふざけんな!」って叫んだんですよ。で今から思うと外人の例だったら「ふざけんな」で伝わったかどうかは分かんないですけど、ただ私の気持ちは伝わったと思うんですよ。いきなり違う国からやってきた女の子で、右も左も分かりませんって、だからってなめんじゃねえよって、お前と付き合う気なんかねえんだよっていうのをこ相手いるかよくわかんないですけど、その重い何かに示したかったんですよ。で私もお化けとか怖がりだから嫌だし、そういうの、そうそう、だからそれはしっかりと意思表示をしなければと思って、でもねちゃんとね言ったら直後にその重さ消えたんですよ。でそれが本当に心霊現象だったのかどうかは分かんないですけど、とにかくいなくなればどうでもいいんで、ただねやっぱね夜も長いんでね怖いからね電気をつけて寝たんですよね。でその次の日の朝、そのホストファミリーのね、ホストファーザーとホストマザーにね昨日電気つけて寝てたでしょって言われて、ちゃんと消さなきゃダメだよって怒られたんだけどその時にね私がね拙い英語でね「ゆうべゴーストが出たんだ」っていう話をして、だから電気をちょっとつけて寝たんだって言ったら「そんなわけねえだろ」みたいな感じで言われて、そうそう、ただ特別怒られずにね、私も次の日からちゃんとやばい重いやつは出てこなかったんで、電気を消して寝たんですけども、私の人生の中で1回だけのこのお化け体験っていうのはそれだけですね。そうなんですよね。私もね何気に結構怖がりなんでね、お化けなんて絶対見たくもないし感じたくもないし、もし私の元に出てきたとしても
怖がりだからね、何もできないしみたいなそうそう、だから出てこないでくださいみたいな感じで、そうなんですよね。若干この海外のそういうのがこういわゆるお化けもね、こうキャラクターが違うのかなっていう興味はありますけどね。お化けがいるかいないかで言ったらいないでいてくれた方がありがたいんですけど、さっきも言ったように私が生きていること自体がお化けすでにいるじゃんみたいな気持ちがちょっとあったりはするので、いた方が自然かなっていう気はするんですよね。ただ肉体がなくなったらちょっといろいろちょっとなんだろう、こういなくなった方が多分こう世の中のバランス的にはその方がいいと思うのであの何らかの理由でちょっと肉体はもう朽ちているのにこう中身だけ残っちゃってるんだったら、早くこう風化されるといいですねみたいなそんな気持ちもあるし、自分もね、あの肉体がもうないのに中身だけ残っちゃったらいろいろ不手際が起こるというか、とてもハッピーライフ、ハッピーセカンドライフになるとは思えないので、ちょっとね、いわゆる四十九日くらいまでの間は好奇心でいろいろ見てみたい気はするけどね、とっととネクストステージに行きたいみたいなね感じはありますね。もうすでに無に帰るのであればもう無だから何も悩むこともないから、それはそれでやったみたいな感じですけれども、そんな感じで、今はねお盆終わっちゃいましたけど、夏っていうことでちょっと季節に合わせたちょっと幽霊体験、お化け体験、お化けだったのかよくわかんないけど、ちょっとそういう話をしてみました。でもね、確実に寝ぼけてたわけでもなくてね、あんなにはっきりと重さを感じて、しかも移動してくる重さっていうのはね、そう初めてだったし、それ以降幸運にもないので、この先もあってほしくないけど、そうあれはなかなか貴重な体験だったなっていうふうに思います。ただね、お化けでも人間でも、やっぱりある程度毅然とした態度は取りたいし、舐められたくはないし、そして私には能力もないから何もできないしっていうのもね分かっていただけたらっていうふうに思いますし、怖がりなんでね、本当にただ怯えることしかできませんっていう感じでございました。じゃあそんな感じで、それではまた。